ようございます。ケンです。昨日、スペース X のスターシップフライト13の打ち上げ直前プレビューをお届けしました。その結果が出ましたので、今日はその続報です。結論から言うと、打ち上げは寸前で自動的に中止されました。ただ、これは失敗っていうよりは、安全の仕組みが正しく働いたっていうお話なんです。今日はその中身とスペース X という会社の本当の凄さ、そして僕たち自身にも通じる学び、これを一緒に見ていきたいと思います。まず何が起きたのか、ここからチェックしていきたいと思います。現地時間の7月16日、テキサス州のスターベースでスターシップフライト13の打ち上げが試みられました。ところが点火した直後、リフトオフのほんの数秒前に打ち上げが自動で中止されました。イーロン・マスクさんの説明によると、一部のエンジンが着火せず、それをきっかけに自動中止の仕組みが働いたとのことです。生中継を見ていた方は、あと数秒でリフトオフというところで止まったので、ドキッとしたんじゃないかなと思います。僕も見ていましたので、飛ばなかったのは残念ですけれども、機体が壊れたわけではありません。ここが大事なポイントになってくるんです。はい。では、ここで少し落ち着いて考えてみたいなと思います。ニュースの見出しでは、もしかしたら打ち上げ失敗っていう風に一括りにされているかもしれませんが、今回起きたのは爆発でも空を飛んでいる最中のトラブルでもありません。点火はしたけれども、一部のエンジンがうまく立ち上がらなかった。その状態で無理に飛ばすのは危ない。だから安全の仕組みが一旦止めるっていう風に判断をしたんです。ただ、それだけのことなんです。ロケット本体も積んでいた衛星も無事です。僕は止まるべき時にちゃんと止まれたっていう見方をしたいなと思います。飛ぶことと同じくらい危ない時に止まれることもロケットの実力のうちだと思うんです。では、そもそもフライト13は何を目指していたのか。今回のスターシップは V3 と呼ばれるほぼゼロから設計し直した新しい世代の機体です。33機のラプターエンジンを持つ世界最大で最もパワフルなロケットなんです。今回は初めての第3世代スターリンク衛星を20機積んでおよそ65分の弾道飛行の間にそれを宇宙へ放出するという計画でした。スターリンクは日本でも使えるようになってきていますので、これは決して他人事ではないんじゃないかなと思います。この新型がきちんと飛ぶようになると、僕たちの通信の未来も一歩進むっていう話にもつながってくるんです。それだけ挑戦的な飛行だったからこそ、今回は無理をせず止まったっていう風にも言えると思います。そして、ここからが今日一番お伝えしたいところになります。スペース X という会社の本当の凄さについて僕なりの視点でお話をしてみたいと思います。スターシップはこれまで12回飛んでいて、今回が13回目の挑戦でした。その道のりは決して順調なものではありません。過去には何度も爆発したり、機体を失ったりしています。でもその度にスペース X は原因をとことん究明して改善してまた挑む。この一連の流れをものすごい速さで回してくるんです。実際に5月のフライト12では新型の V3 がデビューをしておおむね成功しています。僕がスペース X に惹かれるのはまさにここなんです。失敗を隠さずにむしろ次の材料にしてまた挑む。この速さと姿勢が他の組織にはなかなか真似できない魅力だと思っています。そして気になるのは次の挑戦がいつになるのか。イーロン・マスクさんは数日中に再挑戦したいとお話をしています。ただ、まずは推進剤を機体から抜いて、なぜエンジンが立ち上がらなかったのか、その原因をしっかり確認する段階に入ります。それにロケットの打ち上げには、規制当局の了承なども必要ですから、きちんと日程を決めてから、改めて挑戦する流れになるんじゃないかと思います。数日中と聞くと、早い印象を受けますが、
こうした確認の手順があるので、僕はもう少し落ち着いて待ったらいいんじゃないかなと思います。焦らず、きちんと準備をして、次の発射に備えてもらいたいなと思います。急がば回れっていう言葉がありますけれども、それがそのまま安全な宇宙開発の姿になってくるんではないかと思います。そして、もう少し大きな視点で見ていきたいなと思います。実は今回の飛行はスペース X が上場した後の初めてのスターシップの試験でもありました。スペース X は6月に史上最大とも言われる規模で上場しました。そしてスターシップはいずれ火星を目指すという壮大な計画の大事な一歩でもあります。ですから一回一回の試験にこれまで以上に大きな注目が集まっているんです。ただ上場して注目が集まるほど失敗は目立ちやすくなります。それでもスペース X は挑戦をやめません。僕はその姿勢をこれからも応援していきたいなと思います。では最後にこれっていうのは僕たち自身にも通じる話だと思うんです。今回のスターシップはうまくいかない時に一旦止まりました。そしてこれから原因を確認して改善してまた挑戦します。これっていうのはそのまま僕たちの日々にも当てはまるのではないでしょうか。何かに挑戦してうまくいかないときは一旦止まっていい。止まったら原因を見て改善すればいい。そしてまた恐れずに挑戦すればいいんです。僕自身もこのチャンネルを毎日続ける中でうまくいかない日はたくさんあります。だからこそスペース X のこの姿勢に励まされるなって思います。失敗は終わりではなくって途中なんだと思います。ということで皆さん今日もね一緒にね何かチャレンジっていうものをねしてもらったらいいんではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。僕はもうほんと日々ね何かいろいろなものにチャレンジをね今後もねしていきたいなと思っております。はい、ではここで皆さんに聞いてみたいです。今回の打ち上げの中止、あなたは失敗だと思いますか？それとも危なかったから止まった英断だと思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。ということで、このチャンネルではテスラとスペース X の最新情報を毎日お届けしています。よかったらチャンネル登録をしてもらって一緒に今後も応援していけたらと思います。昨日アップした打ち上げ直前プレビュー動画も今日の内容と合わせてご覧になってもらうと流れがよくわかるんじゃないかなと思います。概要欄にリンク置いていますので、ぜひね、昨日の動画の方もご覧になられてみてください。そして最後にお知らせがあります。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会。こちらは次世代の空調設備ですね。これもまたなかなかすごくって、昨日姫路の方で体感会を行いました。結構人がいらっしゃって10人以上はいたんじゃないかなと思うんですけれども、やはり皆さん輻射熱の涼しさ、それに驚かれていらっしゃいました。こればっかりはね、ほんとね、体感しないとわからないというところがあります。ぜひね、一度体感してもらいたいなと思いますけれども、次の体感会は7月22日、来週の水曜日ですね。来週の水曜日にエコファクトリーの東京支社で行います。午前10時から12時で行います。参加してみたいなと思われる方は僕の LINE の方から連絡の方ください。そして9月の20日の日曜日、こちらは滋賀の外科クリニックさんでもエコウィンの体感会を行うことになりました。実際に外科のクリニックの待合室に導入されております。ぜひね、そういったオフィス的なところでどういう風な感じになるのかというのも体感してもらいたいなと思いますので、こちらも合わせて参加してみたいと思われる方がいらっしゃったら、LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。